石ノ森章太郎、日本漫画史を変えた創作者。サイボーグ009や仮面ライダーなどが代表作である。独学と行動力で道を切り開いた人物。それでは聞いていきましょう。石ノ森章太郎は宮城県の小さな町に生まれ、自然に囲まれた環境で育ち、幼い頃から絵を描くことに夢中だった。彼は紙と鉛筆さえあればどこでも物語を作り、自分だけの世界を広げていった。少年時代の石ノ森は漫画雑誌を読みふけり、自分も描きたいという思いを強めていく。彼は独学で技術を磨き、構図や表現を研究し、漫画という表現の可能性を探り続けた。中学生の頃にはすでに仲間と同人誌を作り、作品を世に出す準備を始めていた。石ノ森は若い頃から物語を作ることに喜びを感じ、創作が生活の中心となっていく。彼は漫画を描くことで自分の世界を形にし、読者とつながる感覚を得ていた。高校卒業後、石ノ森は上京を決意し、漫画家として生きる道を選ぶ。彼は迷いなく創作の世界へ飛び込み、自分の力で未来を切り開こうとした。上京後の生活は厳しく、金銭的にも苦しく、創作以外の時間はほとんどなかった。だが石ノ森は諦めず描き続け、作品を投稿し続けた。彼の努力は少しずつ実を結び、編集者の目に留まり、漫画家としての道が開けていく。石ノ森は若い頃から作品の幅が広く、ジャンルにとらわれない発想を持っていた。彼は SF も青春も歴史も描き、どんな題材でも自分の世界に変えていった。その柔軟さは後の膨大な作品数につながる。石ノ森はまた人との縁を大切にし、仲間と共に創作を語り合い、互いに刺激を与え合っていた。特に若き日の仲間たちとの交流は、彼の創作意欲を強く支え、漫画家としての基盤を作った。石ノ森は作品を描くとき、常に新しい表現を求め、同じ手法に止まることを嫌った。彼にとって創作とはただ描く行為ではなく、表現の可能性を広げ続ける挑戦だった。その姿勢が後の革新的な作品群を生む。石ノ森はまた物語の構造を深く考え、キャラクターの背景や世界観の細部まで作り込んだ。彼にとって創作とは世界を丸ごと作る行為であり、その徹底ぶりが作品の厚みを生んだ。若い頃の石ノ森はとにかく描き続け、睡眠を削り創作に没頭していた。彼は漫画家として生きる覚悟を持ち、その覚悟が作品に宿っていく。石ノ森はまた、新しい技術や表現を積極的に取り入れ、漫画の未来を常に考えていた。彼は時代の変化を恐れず、創作の幅を広げ続けた。その姿勢は後のメディアミックスの先駆けとなり、漫画の可能性を大きく広げた。彼は、サイボーグ009や仮面ライダーなどの作品で、多くの人に強い印象を残し、その名を広く知られる存在となった。石ノ森は作品を通して、人の心の動きや社会の変化を描き、読者に問いを投げかけた。彼の作品には常に人間への眼差しがあり、そこに深い魅力が宿っている。石ノ森はまた、子供向け作品でも、大人向け作品でも手を抜かず、全力で描き切った。彼にとって読者の年齢は関係なく、作品の質が最も重要だった。その姿勢が幅広い読者層に支持される理由となった。石ノ森の創作量は膨大で、生涯で数千話を超える作品を生み、そのどれもが独自の世界を持っていた。彼は創作を止めず、常に新しい挑戦を続けていた。彼の人生は、描き続けるという行動そのものであり、日々の積み重ねの中に形があった。そしてその積み重ねは、やがて一つの思想へと変わっていく。描き続けること自体が生きること。彼はそれを言葉ではなく行動で示した。石ノ森の姿勢は漫画家という枠を超え、表現者としての生き方を示している。ここまでの歩みを振り返ると、
石ノ森がどれほど創作に人生を捧げ、どれほど新しい表現を求めてきたかが静かに伝わってくる。その歩みは単なる成功ではなく、描き続けた時間そのものだった。石ノ森の物語はまだ続く。少年期から創作に没頭し、独自の世界を築き続けた。漫画の可能性を広げた人物。後半ではその進化をさらに追っていく。では続きをどうぞ。石ノ森の創作は中年期に入っても衰えず、むしろ勢いを増し、作品の幅はさらに広がっていった。彼は漫画を描くだけでなく、映像や企画にも関わり、表現の可能性を広げ続けた。石ノ森は常に新しい媒体を観察し、自分の作品がどう広がるかを考えていた。漫画は紙だけのものではなく、世界を伝える手段であり、その先に無限の可能性があると信じていた。彼はまたキャラクターの魅力を重視し、読者が感情移入できる存在を作り続けた。キャラクターは物語の核であり、世界観を支える柱であり、読者との接点でもあった。石ノ森は作品を作るとき、キャラクターの背景を丁寧に作り、その人生を物語に反映させた。彼にとって創作とは、キャラクターと共に世界を歩く行為であり、その深さが作品の厚みを生んだ。石ノ森はまた社会の変化に敏感で、時代の空気を作品に取り込み、読者に問いを投げかけた。彼の作品には人間の弱さや社会の影が描かれ、そこに強いメッセージが宿っていた。石ノ森は創作の中で人の心の動きを追い、その複雑さを物語に落とし込んだ。彼は単なる娯楽ではなく、読者の心に残る作品を目指し、そのために全力を注いだ。石ノ森の創作は量だけでなく、影響の広がりを伴っていた。一つの作品が次の表現へとつながり、世界を拡張していく流れが生まれていた。彼は毎日のように描きながらも、作品同士のつながりを意識し、一つの流れとして創作を積み重ねていった。石ノ森はまた、若いクリエイターを支え、創作の場を広げることにも力を注いだ。自分が受けた刺激を次の世代に渡すことを大切にし、創作の輪を広げていった。彼は創作者としてだけでなく、育てる側としても大きな役割を果たした。石ノ森は晩年に向かうほど創作の意味を深く考え、自分が何を残すべきかを見つめていた。彼にとって作品とは人生の記録であり、読者との対話でもあった。石ノ森はまた、自分の作品がどう受け取られるかに縛られず、ただ誠実に描き続けた。その姿勢が作品に静かな強さを与えた。晩年の石ノ森は体力の衰えを感じながらも、創作を止めることはなく最後まで描き続けた。彼にとって描くことは生きることと同じだった。だが彼の創作はただ描き続けることが目的ではなかった。何かを伝え、誰かに残すための行為だった。石ノ森の人生は創作とともにあり、その歩みは静かでありながら圧倒的な熱量を持っていた。彼は自分の世界を形にし続け、読者に物語を届け続けた。その姿勢は表現者としての生き方を示している。表現者としての生き方を示している。石ノ森はまた、自分の作品が未来にどう残るかを考え、作品の保存や整理にも力を注いだ。彼は創作を一時のものではなく、未来へ渡す財産として捉えていた。晩年の石ノ森は静かに創作と向き合い、自分の歩みを受け止め、穏やかな時間を過ごしていく。彼は自分の人生を誇らず、ただ淡々と描き続け、必要なことを必要な時に言った。石ノ森の価値観は、創作を愛し、人を思い、世界を広げるというものだった。その姿勢は少年時代から変わらず、生涯を通して貫かれた。石ノ森の生涯を振り返ると、創作への情熱と新しい表現への挑戦が静かに積み重なっていることがわかる。石ノ森の物語はここで一区切りを迎え、
静かに幕を下ろしていく。だがその生き方は今も語り継がれ、創作の可能性を未来へ伝えている。石森の歩みは創作とともにあり、新しい表現を求め続けた。世界を広げる姿勢を貫いた。それではまた次回の主役でお会いしましょう。